皆さん、こんにちは。今週で最後になりますが、シャドウハウスの感想を語っていきます。ほぼアニオリ展開でしたが、原作に続きそうな終わり方でした。その辺も踏まえてお話ししようと思います。前回は、エドワードに捕らえられたエミリコを、ケイトが助けに来て、エドワードに見つかったところで終わりました。今週はその続きからです。エドワードと対峙するエミリコとケイト。エドワードは、昇格を狙ってケイトを捕らえようとしているようです。一方、ジョン様がケイトを助けるために、変装して塔に侵入してきてくれました。ジョン様は単純な性格ですが、ケイトのために一生懸命なところが可愛らしいですね。なんだかんだ、ここぞという時に頼りになります。そしてまた、登場する謎の毛布。こちらの正体は、実は原作では判明しているのですが、アニオリとはいえ、ここまでがっつりと絡んでくるのは予想外でした。この毛布は、エドワードに気づかれないよう、エミリコたちが捕らえられている部屋に入ります。そして、エドワードが油断した隙をついて、ケイトの質能力と毛布の協力で、部屋から逃げ出します。毛布が便利すぎる。そして、エミリコとケイトは、ジョンと合流し屋上へ逃げますが、ジョンは、大人の一人に質能力で捕らえられてしまいます。そして、ジョンは、少年漫画のお約束の一つである、俺に構わず池を発動します。そして、屋上から子供たちの塔に戻るため、ケイトの質能力を使います。この時のエミリコとケイトの会話や表情から、二人の信頼関係が感じられてよかったです。そして、ジョンは、大人の拘束を振りほどき、ケイトが飛ぶフォローまでします。ジョンは、質能力の力が強い設定でしたが、大人に対抗できるまでとは予想外でした。完全に主人公ムーブしてますね。なんとか、子供たちの塔へ戻ったエミリコとケイト。エドワードが追ってきますが、同期たちの起点によりエドワードを捕らえることに成功します。良い感じに、カマセイヌ的な役をしてくれましたね。そして、元の生活に戻ったエミリコとケイト。ジョンもちゃっかり戻ってきています。戻ってこれた方法が、若干強引ではあるものの、ジョンのキャラ的に納得できるものでした。さすがギャグキャラは強い。パトリックも質能力はありませんが、しっかり手伝ってくれました。この辺は原作でも出てくるのですが、本当に、お披露目の時のエミリコの影響が大きいです。ルーとルイーズも、今回、大事な役割をしてくれました。この二人はお披露目でも1位でしたし、気まぐれな強キャラ感が素敵です。そして、最後のラストシーンですが、表現的に、また洗脳が始まってしまったような印象を受けました。目が、洗脳状態の時の目じゃないため、明確な洗脳状態ではないと思いますが、これは、これから、先も戦いが続く、ということの比喩なんでしょうか。いずれにしても、何か不安を感じさせるようなラストシーンでした。以上、シャドウハウス最終回の感想でした。12話からほとんどアニオリでしたが、よくまとまっていたと思います。同期組にも、それぞれ見せ場があり、キャラに愛着も湧いてきましたので、中途半端な尺で終わるより良かったのではないかと思います。終わり方的にも、2期の可能性を残しつつという印象でした。これは、アニメの評判や売り上げ次第なのでしょう。個人的に、エミリコが、毎週の癒しとなっていましたので、ぜひ2期も放送してほしいところです。まだまだ、原作も話は続いています。見どころもたくさんあるので、原作未読の方は、この機会にぜひ読んでみてください。それでは、今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。